皆さんこんにちは。自己紹介から本題に移る時の切り替えがスムーズにいってないなぁと思うメイドのリコです。さあでは本題に入りましょう。という感じが無理やり感あるなぁって思っています。滑らかに本題に移行したいものです。移行したいものですが、うまい言葉が見つからないので本題に行きましょう。本日ご紹介する作品はこちらです。カット&ペーストでこの世界を生きていくです。小説家になろう初の漫画版です。この作品なかなか面白かったです。あまりの良さに本当に呪う系作品って思ってしまいました。無双系といえば無双系ですが、能力をひけらかしたり無自覚系だったりではない、ものすごくまともな主人公で好印象でした。そんな面白い作品のあらすじと内容をお話ししていきます。これよりネタバレを含みますので、嫌な方はチャンネル登録をしてブラウザバックしてくださいね。いいですか？始めますよ。では、カット&ペーストのあらすじはこちらです。この世界では、15歳の成人を迎えると誰でも神様より、最大3つのスキルをもらうことができます。そして、15歳の成人を迎えた主人公のマイン。もらえたスキルは、カット&ペースト、鑑定、全でした。鑑定、全は神の目とも言われ、何でも鑑定ができ、詳細を知ることのできるスキルです。おお、これはすごい、と神官たちに囃し立てられるが、もう一つのスキル。カット&ペースト。これはなんだとなりましたが、神様から授かったスキルで、人生を共にするものだから大切にしなさい。と言われ成人式は終了。帰りの馬車内でこっそり同乗者に対し鑑定を使うと、盗賊が紛れているのに気づきました。そこで、ペーストで盗賊の足と床を、剣の鞘と剣心をくっつけ、カットで盗賊のスキルを奪い、自分にペーストという形で付与しました。これで盗賊を無力化。しかし、神から授かるスキルは最大でも3つ。自分なんかが神の断りに背いていいのか。他人や自分の人生とも言うべきスキルを勝手に減らしたり増やしたりするのはいいのか、と苦悩します。他にも馬車を襲ってきた盗賊たちのスキルを奪い取り弱体化させることで、同乗者たちに取り押さえられておしまい、犯罪奴隷として売られていきました。その後冒険者ギルドへ行き、おなじみの一悶着が起こり、美人のお姉さんの受付嬢が専属担当としてつき、無事に冒険者になることができました。ギルドからのクエストを依頼され、モンスターからもスキルを奪い取り、めきめきと強くなっていくマイン。着実に実績を上げていくマインのところに、自分の人生だ、と豪語するほどに片思い中の美人受付嬢を奪われたことに怒り心頭の冒険者がマインを襲います。もう二度と他人の人生を奪いたくない、と思いつつも、味方を殺してマインに罪をなすりつけて殺そうとするクズに我慢できず、仕方なく、相手のスキルを奪って無力化させます。その様子を駆けつけたギルド長に見られており、問いただされるマイン。他人のスキルを奪えること。最大3つのはずであるスキルを大量に持っていること。この2つを知られたくなく拒否します。ギルド長命令を拒否したことでギルドを追放されてしまいました。地元に帰ったマインは森で多くの集落を発見し、囚われている女性を助けようとするが、強力なオークが現れて、次巻どうなる？という感じの一巻でした。私は大変良い作品だったと思います。気になった部分としては、スキルに剣の技術力だったり、裁縫、礼儀作法といったスキルがなくても訓練でどうにでもなるんじゃない？というスキルもありましたが、他の人よりも上達が早いという感じなんでしょうね、きっとおそらく。そして人間は神殿でスキルを授かるようですが、モンスターはどこからスキルを授かるんでしょうね。大人になったら勝手にもらえるパターン。でもそうすると自分のスキルが何なのかってわからないですよね。使いようがないですよね。そこの設定がどうなっているのかは気になりました。あ
と、少し不安要素というか心配なところを挙げるならば、1巻の終わり頃にレベル表現が出てきたんですよ。今までそんな表示なかったのに、このレベル表現によってそこら辺のナロー作品になり下がってしまうか、今の状態のままでいられるか、お姉さん心配です。人物やスキルにレベルが追加されたからといって適当な扱いにならないことを祈ります。あとはスキルは最大3つまでという法則があるのですが、これを無視して主人公以外も4つ以上スキルを持つ人が現れないでほしいなと思います。なぜだか理由はわかりませんが、全員がそう思い込んでいる中、俺は神様から4つのスキルをもらったんだぜとかいう人が現れたら宇宙の法則が乱れる。多分大丈夫でしょうね。不安要素はそれくらいで、あとはとっても良い世界観に主人公じゃないかなと思います。スキルは人生そのものという思想なのか宗教なのかが根強く主人公に刷り込まれているので、相手のスキルを奪ったことに非常に悩んでしまうんです。ナロー系主人公にもかかわらず、相手の人生、しかも悪党の人生を奪うことにも真剣に悩みます。すごく優しい子です。こういうのを見たかったんです。こんな主人公、私は今までに見たことがありません。私はこういう子の方が好きです。オレツ AM 走して何も思わずバンバン敵を倒していくような人間の心を前世に置いてきたか、もともと入っていない人形たちとは違い、しっかりと人間の心を持ち葛藤し後悔するような主人公だからこそ感情移入しやすく、頑張れと応援したい気持ちが自然と湧き上がってきます。それにたくさんのスキルは持っていますが、どの戦いも楽勝とはいかないのも良かったです。まだスキルを使いこなせていないだけということなのかもしれないですけれどね。これからもっとたくさんスキルを手に入れていくでしょうから、試行錯誤と管理が大変になってきそうです。それに1巻ではやっていませんでしたけれど、今後仲間にスキルを付与するなんてシーンも絶対出てくるでしょうしね。その時の仲間の反応がどうなるのかというのも非常に気になります。主人公と同じようにスキルが増えることに悩んだり後悔したりするのでしょうか。統一宗教みたいですし、神の断りに背く行為は苦痛に感じるでしょうね、おそらく。続きも気になっちゃいますね。こういうのをアニメ化してほしいです。アニメでも見てみたい作品です。どうしてアニメ化されてないんですか？わけのわからない苦行アニメなんかと比べるのもおこがましいほどに良い作品ですのに、早くアニメ化されることを期待しております。今回のレビューはいかがだったでしょうか？このような感じで私が思ったことをありのままにレビューしていきます。このような私にレビューしてほしい作品がありましたら、コメント欄か Twitter でご連絡ください。気に入っていただけましたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。また次回、レビューしたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。